こんにちは、琥珀です。前回の更新から時間が経ってしまいました。お元気でしたか？なぜ時間が空いたかと言いますと、去年10月末に家族が入院しました。で、そのさらに1ヶ月後に私の体調も悪くなり、制作ができなくなってしまいました。体調が復活して作り出したら完成が今になってしまいました。で、今回はダンダダンより綾瀬桃を作ります。去年末にアニメ第1期は終わったので、今更感がありますが、お付き合いくださると嬉しいです。物語の記憶が消えていますが、呼び起こしながらダンダダン愛を語らせてもらいます。人気アニメなのであらすじを紹介するまでもないですよね。ダンダダンのキャラクターって全員がクセ強ですよね。オカルンはオカルトマニアで、モモは超能力者で高倉健好きで、アイラは自分のことを美少女だと信じきっている。他のキャラクターもクセ強ですよね。もう私の好きなキャラクターは2人います。モモのおばあちゃん聖子とターボババアです。どっちもババアなのはもう偶然です。聖子は親分肌でヤンキー気質なところが気に入っています。〇〇じゃねえかとかおめえとか喋り方は荒くれてるけど、実は頼りがいがあって愛にあふれた人なんですよね。なぜかテレビ番組ではドドリアサンタという名前で活動しているのがツボです。ドドリアサンタの名前の由来何なんだろうと気になってます。ターボババアは招き猫の姿でいつもだるそうにしているのが可愛いです。ちなみにターボババアの声優は田中真由美さんで、ワンピースのルフィも担当されているレジェンドです。ご存知でしたか？私は声優業界に詳しくないので、これを知った時本当に驚きました。このショート動画が田中真由美さんのことを分かりやすくまとめてあって面白かったです。概要欄にリンク貼っておきますね。ダンダダンは好きで何度も見返しました。何度も見返したところはいくつかあります。そのうちの3つを紹介させてもらいます。一つは第5話のオカルンの中にターボババアが憑依していて、それを出すシーンです。まず出し方に笑いました。オカルンをハリセンで叩いて出すんですけど、ハリセンって斬新。しかも叩く時にこのバカチンガーって言ってて、その次に人という字は棒が支え合ってるんだろうがーいって言ってました。このセリフ除霊で使う言葉ですっけ。その後ターボババアを探し回るシーンで、聖子が小さな声で、ほんと聞こえるかどうかの声で、どこ行った腐ったみかんって言ってるのもめっちゃ笑いました。2つ目は第8話のオカルンの金玉を戻すシーンです。まさかの野球スタイル。しかもターボババアが投げる金玉をなぜか聖子がバットで打とうとしていました。このシーン誰もが打っちゃダメだろうって思ったはずです。ターボババアのしまっていこうぜからの聖子のピッチャービビってるヘイヘイヘイも好きですね。とにかく聖子と誰かの会話のキャッチボールにはまりました。今後も聖子の出番は少ないかもしれませんが、どんどん出てきてほしいキャラクターです。3つ目は第7話のアクサラの過去を回想するシーンです。私泣いてしまいました。あんなに辛い過去があったとは。回想するシーンは会話が少なくてピアノの曲が流れています。その曲でより一層切なさを感じてしまいました。満天の星空の下でバレエを踊るお母さん、とても美しかったです。以上で何度も見返したシーンのお話でした。
次に絶対触れておくべきオープニング曲の話を少しします。クリーピーナッツの音のけ、かっこいいの一言です。オープニングはいろいろな小ネタが散りばめられています。小ネタを知らない人はこのショート動画チェックしてみてください。ここからは去年 X で気になる投稿を見つけたのでシェアしたいと思います。まずはこちら。なんとオカルンの金玉を買えます。これを商品化するなんて攻めていますね。これどんな人が買うんでしょうか。金色のものは金運アップにいいらしいので、開運グッズとして購入してもいいかもしれませんね。ちなみにサイズですが、オカルンの名誉のためにやめておきましょう。次にこちらのイラストです。ターボババアがサザエさんの玉になってますね。エンディングに出てきてほしいな。ちなみにサザエさんは今年で放送55周年だそうです。大先輩だ。気になるダンダダンの2期ですが、放送は今年7月だそうです。楽しみです。さて最後に私が作った作品についてお話しさせてください。モモといえばピンクのカーディガンを羽織っているイメージが強いかと思います。実際にフィギュアやグッズなどがピンクのカーディガンです。第8話から制服がシャツになっています。そのシャツ姿にした理由は X で、ロンさんという方が、このような姿を描いていて、それが素敵だったので作るなら絶対これと思って選びました。モモは華奢というよりはがっちり体型を意識して作りました。意識しすぎたのか出来上がりは女子プロのようになってしまいました。喧嘩は強そうに見えますね。シャツが大きめなのでふんわり感を出すために上半身に粘土を多めに盛りました。ただのおデブさんになりました。途中からグレースカルピーがなくなって前に購入していたベージュスカルピーを使いました。ベージュスカルピーの方が気持ち固めで強度が強く感じました。焼いた後少ししなるような感じで、折れにくかったです。すぐにボキボキと折ってしまう私にはありがたい性質でした。今後は部位ごとに粘土を変えてみようかなと考えています。今回はアニメ放送の終了から時間が経ったので熱も冷めてたしやる気もなかったのが作品の悪さに出ているように思います。次は少しでも良くなるように頑張ります。次は春アニメが始まりますね。何を見るか決めていますか？私は毎シーズンだいたい3アニメ見ています。冬は血と薬屋の独り言と全集でした。次の春アニメで楽しみにしているのは To be Hero X、クーロンジェレニックロマンス、ラザロです。あなたのおすすめはありますか？よかったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。では最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。